正月なので自分の馬チューブチャンネルで餅の大食い30分一本勝負企画を行う KS ミラクルとその生配信を見ながら手を休めることなくひたすらに餅を食べるひしミラクル。はいどうも、K チャンネルです。このチャンネルは未来の理学療法士 K ちゃんこと俺 KS ミラクルが様々なことに挑戦するチャンネルです。挑戦するのはトレーナー定期。皆さん、お正月は楽しんでますか？俺はね、ものすごく楽しんでます。ほら、見てくださいよこの料理。すごくないですか？全部トレーナーさんの手作りなんですよ。いやー、トレーナーさんに愛されすぎちゃってなんだか他の学園生に悪いですね。さて、勘のいい視聴者さんならお分かりですね。そう、本日の企画ですが、お餅の大食い30分一本勝負に挑戦します。絶対喉に詰まらすだろ。もちろんこのおせち料理は後で美味しくいただきますよ。トレーナーさんの愛が詰まってますから。今は担当がついていない馬娘の視聴者も来年はトレーナーさんの愛情おせちを食べられるといいですね。俺応援してますから。×、応援、丸、煽り。というわけでお餅です。米不足もあってかお餅も以前よりお値段高くなりましたよね。やはり日本人といえば米ですから思うように食べられないのは悲しいです。利益を狙って米を滞留、買い占めた一部の卸業者、問屋や投機目的の民間業者は俺絶対に許しませんから。指宿に次ぐ K ちゃんのターゲットが米業者に決まったのか。ブランドにもよるけど高いって今の米、5キロ1500円とかで売ってたのが今じゃ4000円オーバーなんだもん。天候の関係で不作でやむを得ずとかならわかるが釣り上げとか狙った業者は滅ぼしてくれ K ちゃん。おっと、ちょっと話題が遮光しちゃいましたね。マックイーンのチャンネルでもないのに。嫌だなぁ。また馬チューブからおすすめ表示の膠着処分食らっちゃう。このくだり絶対に入るの芝なんだ。私が何をしたというのですか？遮光、ですかね。はい、できたよ。ありがとうございますトレーナーさん。というわけで担当がついていない馬娘は絶対に食べることができないトレーナーさんの愛情の詰まったお餅料理がテーブルにお目見えしました。じゃあスタートの合図はいつものあれでいきましょう。それでは、レッツミラクル。絶対喉に詰まらすだろ。実に美味しいですね。シンプルな焼き餅もこの焼き加減が絶妙で。何ですかトレーナーさん。ふんふん。なるほど、それが美味しさの秘密なんですね。今トレーナーさんが教えてくれたのは焼き加減のコツみたいなものなんですよ。これはグラスをはじめとした独占力持ち馬娘が文字通り焼き餅を焼いている姿からヒントを得たとトレーナーさんは言っています。確かにこのぷくっと膨れたお餅なんかグラスのほっぺたにそっくりですね。お餅の膨れ具合が焼き餅焼き馬娘のほっぺたと重なったぐらいがベストとのことです。皆さんも参考にしてくださいね。さすが K チャンネル、新年から怖いもの知らずのフルスロットルだな。いやー、自分で言うのもなんですがなかなかいいペースなのでは？それもこれもトレーナーさんの多種多様なお餅料理あってこそですが。焼き餅やお雑煮。お汁粉だったりお餅ステーキ。飽きることなく食べ続けられますよ。この調子なら30分で100個くらい。ミラクルー。嘘だろ？ミラクルが餅を喉に詰まらせるなんて。お年寄りがそれで亡くなる実例は今年もすでに何件かあるがまさか俺の教え子が生配信中に死亡だなんてシャレにならんぞ。本当にね。いや、こんな時こそ慌てるな、冷静になるんだ。ミラクルは餅を喉に詰まらせたんだから餅を吐き出させればいいんだよな。背中を叩けばいいのかな。気は進まないが背に腹は変えられない。許してくれよ。ミラクル。ミラクル。ダメだ。反応がない。嫌だなぁ。冗談ですよトレーナーさん。びっくりしたでしょう？トレーナーさんの初びっくりいただきました。実はこの企画トレーナーさんに新年初ドッキリを仕掛けるのが真の企画だったんですよ。くそ。絶対に助けてやるからな。あれ？トレーナーさん。そうだ、掃除機を口から突っ込んで餅を吸い出すって聞いたことある。待ってろよ、すぐに助けてやるからな。嫌だなぁ。俺の足元でトレーナーさんが動かない俺を必死に解放してる。幽体離脱するんじゃない。嫌だよ。新年早々生死の境をさまよって口に掃除機を突っ込まれるケイちゃんとか。なんで凍結しねえんだこのチャンネル。
新年早々偉いことになっとるのう。うわぁ、これそういう台本とかじゃなくてガチなやつ。これが台本通りであればさすがに年明けから不謹慎であろう。そっかー、そうだよねー。だとしたらミラクルちゃん平気なのかな？いくら無茶が売りのチャンネルでもさすがに心配しちゃうよ。まあ自身のトレーナーもついておるし大事には至らぬであろうが。これ大丈夫なの？放送事故なんじゃない？それはそうとノーリーズンちゃんもお餅食べなよ。せっかくのお正月なんだし食べなきゃ損だよ。ミラコめ、さっきから手が止まらんのう。ほら、このお餅の焼き加減最高だよ。食べなよー。一応は今日はミラコが食べ過ぎないように監視をするお目付け役でもあるんじゃが。ミラコのトレーナーに任せておけと単価を切った挙句これだけ餅を食わせたとあれば任務失敗でわしの責が問われるのは必然。切腹とまではいかずとも反省文提出は可能性として十分あり得るのでは？って武将的に焼き餅って縁起が悪いんだったっけ？ごめん。なんで縁起悪いの？白い餅を焼くことは白が焼け落ちることを連想して縁起が悪いらしいから餅は焼かずに煮て雑煮にして食っていたとか。ごめんねノーリーズンちゃん。じゃあ代わりにお餅のアヒージョ食べなよ。すっごく美味しいから。ミラコがここまで食らった餅の数は。あら？もしかしてアヒージョもダメ？演技担ぎもあるかもしれないけど好き嫌いしてたら戦に勝てないんじゃない？とはいえこのお餅はもったいないから私が食べちゃうね。いかん、これ以上の狼藉は止めねば。次はどうやって食べようかな。たくさんアレンジができるのがお餅の魅力だよね。ミラコなに急にどうしたの？いくらなんでも餅を食いすぎじゃー。そうかな。でもお正月なんだしお餅食べるのは全国民の義務じゃない？このうつけ、そのような義務などないわ。ミラコよ、そなた自分がいかほど餅を食らったか数えておらぬのか？特に数えてないかな。まことか。では教えてやるから聞くがよい。そんなに食べてないと思うけど。よくもまあ抜けと。ミラコ、そなたが食らった餅の数。100個じゃ。最大値引くな。年明けからめでたいでめだなずんこ。100個？まだまだ全然いけるけど。ミラコよ、もしや内臓に異常があるのではないか？もしくは脳か。そうでなくばいかに馬娘といえどそこまで餅は食えん。でも小栗さんとかスペちゃんとかは普通に食べてるよね。奴らは例外じゃ、胃袋がブラックホールに直結しておる。だがな、一般的馬娘はそこまで胃袋には収まらぬ。よいかミラコ、わしはそなたを友として案じておるのじゃ。何度も同じレースを走った良き好敵手でもある。そんなミラコの身に何かあってはわしも困るからのう。ミラコよ、何事にも限度というものがある。馬娘にとって餅の致死量は18個なんじゃぞ。それってつまり私が限界を超えた馬娘ってこと？なんか照れる話が全然通じぬ。もう誤解しんどる。腹ペコツインズでも2人で餅74個までしか食べてなかったぞ。いくら大食いな人耳とはいえ馬娘と同列に語るな。大丈夫です。100個くらい普通ですスペ。君たちはずんこの言う通り馬娘の中でも例外だから。ごほ。ミラクル。トレーナーさん、よかった、目が覚めたんだな。ここは。わかりました、天国ですね。病院だよ。それにしてもよかった。やっぱりダイソンがナンバーワンだ。嫌だな。あんなもの口に突っ込むなんて。それよりもほら、お父さんとお母さんも駆けつけてくださったから。新年早々俺の病室にこんな集まってどうしたんですか？あ、新年の挨拶ってことですね。説教だよ。珍しく家はなんともなってないのに過去トップクラスの大事になってる。ちゃんと餅は小さく切りなさいって国も言ってるからお前らも気をつけろよ、マジで。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。